こんにちは、ずんだもんなのだ。今日はアークオブカロンというゲームをやっていくのだ。このゲームは Steam のネクストフェスで見つけたゲームで、まだリリースされていないのだ。今なら無料でデモ版が遊べるから、面白そうだったらみんなもやってみるといいのだ。何回かやってみたけど全然クリアできないから、クリアを目指して頑張ってみるのだ。それでは早速やってみるのだ。まずは新しく始めるお選択。名前は何でもいいけど、今回はオリーブがピンときたのだ。次はゲームモードの選択だけど、左右の2つは選べないので、真ん中のノーマルモードを遊ぶのだ。ふむふむ、世界中を導いていくのだね。頑張るのだ。いよいよゲーム開始なのだ。右の方にチュートリアルが出るので、初めての人はそれを参考に進めるといいのだ。ふむふむ、この3人は使い魔なのだね。使い魔に指示を出して世界樹の苗木を導くのだ。まずは使い魔たちの個性をチェックするのだ。この使い魔は採掘が早いみたいなのだ。こっちは建築と修理。この子は製造と料理が早いみたいなのだ。今度はその個性を参考にみんなの優先順位を決めていくのだ。クリックで変えられるので、優先してほしい作業を上矢印にしておくのだ。とまあこんな感じで上矢印が全体的に振られるようにしてみたのだ。次に備蓄ゾーンを決めていくのだ。真ん中あたりにしちゃうと運搬に時間がかかるので、僕は端っこに設定するのだ。次に採掘の指示を出すんだけど、はしごはコストがかからないっぽいからじゃんじゃん使っていくのだ。これも移動時間を考えて、なんとなく拠点付近に建築するのだ。そして採掘指示を出していくんだけど、木は終盤手に入りづらいのと、使い道がたくさんあるので優先的に掘っていくのだ。僕はこうやって3段ずつ掘るのが好きなのだ。次に農業ゾーンの設定なのだ。これはこの4つの理由から、初期の段階は広めに設定していくよ。ここで本当は何を育てるのか設定するんだけど、完全に忘れていたのだ。ここまで設定したら時間を進めていくよ。みんな働き出したのだ。みんなが働いている間に拠点の構想を練っておくのだ。この真ん中の光っているのはコアで、コアは部屋で囲めないから、柱とタイルで覆っていくのだ。上に登るための階段もつけるのだ。階段にも防御力があるっぽいから、僕はコアの周りに設置するのだ。みんながホリホリするところを見てみるのだ。こうやって同じところを掘っている時に、2段だと片方がうまく動いてくれない時があるのだ。ということで拠点の設計図ができたのだ。できたら次にやるのは、今作った設計図を削除するのだ。こうしないと優先して作ってほしいものが後回しになってしまうのだ。製造施設などは室内じゃないと設置できないので、まずはお部屋を作ってもらうのだ。こっち側なんか掘ってくれないなと思ってたら、ここしもれてたのだ。土は資源にならないので、時間短縮の
掘らないのだ。こんな感じで採掘を進めていくと硬い土に当たるのだ。掘るのに時間がかかるので迂回していくのだ。ここでやっと作物植えていないことに気がついたのだ。みんなは真っ先に植えるといいのだ。出ていくとこんな感じに絵がつくから何が植えてあるか分かりやすいのだ。指示を出したので植えてくれているのだ。お部屋もできたみたいだから今度は製造ツールを配置するのだ。最初は2つしかないのでどっちも配置しておくのだ。次に攻撃と防御の設備を配置するのだ。まず優先的に設置したいところだけ指示を出すのだ。後で敵と戦うことになるんだけど、力こそパワーなのだ。つまり攻撃力はあればあるだけ良いのだ。とはいえ拠点建築も進めたいし、様子を見て増やしていくのだ。建築の指示を出していたらテクノロジーポイントがたまったお知らせが届いたのだ。このポイントを使えば新しくいろんなものが使えるようになるんだけど、どれから作るか迷うのだ。でも僕はだいたいいつもこれ結構好きで作っちゃうのだ。使い方はまた後で使う時に説明するのだ。さて野生の作物も育ってきたのだ。基本的には 100% になったものから収穫していくのだ。夜になったので明かりもつけていくのだ。明かりはなるべく部屋全体に光が届く位置で、作業スペースの上がおすすめなのだ。それ以外の場所には上限マックスの4段まで資源を置きたいけど、明かりを設置した場所には置けなくなってしまうのだ。木もだいたい取れてきているので石もホリホリしてもらうのだ。で、3つもキラキラを目指して掘り進めていくのだ。よしよし掘ってくれているのだ。やったー、異物を見つけたのだ。異物を見つけるとこのように解体するかテクノロジーポイントにするか選べるのだ。僕のおすすめはテクノロジーポイントなのだ。なぜならば部品ってこういうところにしか使わないのだ。異物で手に入れたテクノロジーポイントは悩みに悩んだ末畑を開放するのに使ったのだ。これでご飯を増やせるけど地面に植えるより収穫までに時間がかかるから初期にたくさん植えておくのが大事なのだ。また新しい異物を掘り起こしたのだ。テクノロジーポイントが増えるのが楽しみなのだ。こっち側もホリホリしてくれているのだ。キラキラを取りに行くためのはしごの設置はキラキラの真上じゃなくて横に設置してるのだ。キラキラが異物じゃなくてこんにゃくだった場合、キラキラの上にはしごがあると邪魔な場合があるのだ。掘り進めたことで視界が広がってここに石灰岩を見つけたのだ。早速掘りに行くのだ。最初の時点で鉄とかを掘っても時間はかかるし攻撃されて失うこともあるから、最初の土地では木、石、その他の順で集めたいけど、個人的には石灰岩はあれば集めておきたいのだ。最後の方は拠点をコンプリートにしたいけど、コンプリートを作るための石灰岩は鉄より入手しづらいのだ。さてこっちのキラキラもホリホリしてもらうのだ。なんとなくキラキラが1マスに収まってない気がするから、
こっちのは異物じゃなくてこんにゃくな気がするのだ。やっぱりこんにゃくだったのだ。ここで一番最初にテクノロジーポイントで開発したハンドドリル。その他から指示を出すと作ってくれるのだ。これはこんにゃくを採掘してくれる機械で、手で掘るより効率よく鉱石が手に入るのだ。さて、それではお待ちかねのテクノロジーポイントの開放なのだ。どれにするか迷うけど、とてもワクワクするのだ。今回石がまだあまり掘れていないので迷ったけど、防御力も高くなるし石材加工を選んだのだ。早速コアの周りを木から石に変えるのだ。戦いの時は最悪コアさえ守られれば逃げ延びれるのだ。なのでコア周りの防御から固めていくのだ。ここも真っ先に攻撃されるので防御力を高めていくよ。この1マス飛び出すのが上からの攻撃を守ってくれるんじゃないかと期待。そしたらそろそろ採掘以外を進めてもらいたいので優先順位を変えていくよ。畑は全然育ってないな。そしてやっておきたいのが農業ゾーンの解除。これをしておかないと収穫後にまた植えようとしちゃうのだ。ただ解除すると今度は 100% になった時に深山が自動で収穫に行かなくなってしまうので注意が必要なのだ。野生の作物と同じように時々気にかけてあげるといいのだ。作業台を作り始めてくれているのだ。出来上がったら作業台自体をクリックして製造ラインを設定するのだ。まずはバリスタボルト。在庫が20個以上になるまで作り続けるよう指示を出すのだ。そうしてるうちにこっちのお部屋も出来上がったのだ。出来上がったら備蓄ゾーンの場所を変えて備蓄アイテムに攻撃が当たると消えてしまうのでなるべく安全な場所に置いておくのだ。元の場所は削除するのだ。1マス残しているのはここを弾薬置き場にするためなのだ。各備蓄ゾーンに何を収納するか設定できるのでここは弾薬のみを OK にしておくのだ。こうすることで戦いの時に弾の補給が楽になるのだ。優先順位も高いにし高さも制限しておくのだ。この時はまだ弾薬が出来上がっていなかったので弾薬のみ OK の設定はできなかったのだ。とまあこんな感じで今回はここまでにするのだ。序盤はとにかく木材と食料集めをしておくのだ。次回はいよいよ敵との戦いに挑むのだ。果たして作物の収穫は間に合うのか乞うご期待なのだ。もしもっと効率的なやり方を知っている人がいたらコメントしてくれると嬉しいのだ。いろんなやり方を参考にクリアしてみたいのだ。続きが気になるという人はまた見に来てほしいのだ。それでは See you な